近いです、近い。近いですか。近いっすよ。今日はどんな感じなんですか？今日は、今、ちょっとこれ、今、京商さんのノーマルのドリフトタイヤ。おー、ホムですか。ホームなんですね。ホム。はい、POM ですね。結構、マックスをですね、しっかり巻いたら、ちょっとツルツルになっちゃって。あちょっとこれだとやりにくいのかなという、まあ、慣れちゃえば、すごいこう飛距離が伸びて、随分滑る感じです随ね。分そう滑る感じで、こうあー落ちるみたいな巻くみたいな、ちょっと難しい時もあるんですけど、でもね、これが、はいポンさんが日本で売ってるのを、はいもうほぼほぼテストして、ああ、これがいいっていうやつなんですよ。ツヤ、ツヤ、カーメイト。ブライトマジック。そう、ブライトマジック超ツヤタイヤマックスというのをはい。塗って、はい。まあ、それを定期的に塗り重ねると、うん最高の滑り具合になる、はい、いうことらしくて。スケートリンクみたいですね。そう、つける。そうね、ちょっとね、ツルツルになりすぎると、まあ、初めての、やっていただくと、だからちょっと難しくなっちゃうんですね。だけどまあ、上級者になると滑りたくなっちゃうから、じゃあまあ、ツルツルの路面で、こうね、この前も一回動画で本さんが説明してくれたんですけど、ちょっとレジンで、はい、より滑りを調節できたらと思っております。はい。じゃあちょっと今、おすすめのタイヤに交換したいと思います。はい、交換。チェンジ。じゃあタイヤをね、ちょっと交換したいんですけども、こちらが、MRD のまだプロトタイプのプロトタイプですね。はい。まだ 3D プリンター状態。プロトタイプですね。はい、そうですね。そしてタイヤは、これは、京商さんの標準のドリフトタイヤでしたね。はい。まあ、非常によく滑るので、ちょっと調節するので、前回の動画では、なんかたまたま白のレジンが 3D プリンターに入ってたんで、まあそれを使ったらちょうどいいグリップになりました。で、前回多分エビナンの動画とかもあったと思うんですけど、エビナンの時に黒にしたらもうグリップしすぎて、全然ドリフトしなくなっちゃった。というので、そこからですね、黒いレジンを、まあ、いろんな種類をかけて永遠に作りまして、はい。で、これは、まあ、積層していく粗さとか、まあ、それを細かく調節して、はい。で、今日良さそうなのが、まあ、これっていう感じですね。まあ、縦には滑る。ドリフトってなんかやりにくさって2つあって、1つはステアリング切っても、そのまままっすぐ行っちゃって、曲がり始まらない。でも、フロントのタイヤの抵抗を下げると、そういう動きになっちゃうんですよね。そうですね。まあ、アンダーアンダー。だからドリフトのきっかけが作れないっていうのが一つと、で、今度はフロントが引っかかって、ギアが軽いと、もうすぐスピンしちゃうっていう。なかなかその間が作れないという形なので、今、これで、ちょっと作ってみました。はい。こんなタイヤですね。で、これも、ちょっとね、新品の時は、表面がやっぱちょっとザラザラなんで、PVC って表面ザラザラなんですよね。これがね、真っツルツルの路面ってやると、タイヤキュッてやっぱ引っかかっちゃう。で、今日、なんかね、MZ フォーミュラーも走らせてたら、今日湿度が高いって、レジンのタイヤなのに、なんか普通に走っちゃうみたいな、今日は感じになってると思うんですけど、まあちょっと湿度によっても変わっちゃうかなとは。なるほどね。なので今日はこのタイヤをちょっとつけてみたいと思います。若干前に進むのもちょっと速くなっちゃうかなとは思うんですけど。縦方向のグリップも上がって、少し、まあ、なるべく縦上がらないように頑張ってるんですけど。この辺の作り方あれですか、企業秘密ですか？これはね、企業秘密。まあでも、マリゾーピーはタイヤ作られてるからね。あれをこうするとこんな感じになって、ぐにょぐにょっていうね。細かい。全然わかんない。はい。じゃあちょっと行ってみたいと思います。それではちょっとレジンのですね、ドリフトタイヤに書いてみました。はい。じゃあどうなるでしょう。でもこうやって結局ちょっと出てっちゃうくらい。でも、さっきよりは
ちょっと流れてるのが少なくて、でうんうん。この辺結構マイルドに走れます。あ、本当だ。で、フロントのダも結構効くんで、はい。そうこうやって急に振り出そうとした時とかも、結構スポンってこう振り出せるあ本当感だじ。まあちょっと回っちゃいましたけど、うん振り出しもできるし、振り出してから横向いた時に、こう結構真横にこう横に走らせられることもできるっていう。おこしがさすが水落とし。横に走らせすぎちゃう。横に走るってことですね。横に刈り走しやすいっていう。なるほど。で、結構なんていうのかな、大きいドリフトがしやすい。本当だ。かなりあれですね、10分の1の滑り具合に近いぐらいのゆっくりとね。だいぶ滑れるようにうん。なってきたかなとああ。思います。これもうね、初期の頃のハンチングとかも全然ないですね。でもね、ちょっとあるんですよね。ちょっとあるんですかもうね、周波数が変わっちゃって、はい。ちょっと小刻みに実は入ってて、ああ。まあ、こういうタイルもすごくいいですね。本当だ。すごい滑らかですね。そうですね。おコースも、コースも。まあまあ走らせやすいかな。お、コース走ると、ちょっとこのグリップが高いんですよね、コースの方が。あ、そうなんですね。そうすると、ちょっとジャイロ減らしてあげた方がいいかもしれないですね。うんうんうん。これ今ちょっとね、大きいコーナーは、このセットだと、ちょっとハンチング、ちっちゃく入っちゃってる感じですね。なるほど。少し減らしてあげると、うん多分いいかなと。結構初期はこれ動くんで、こっちの方がいいですね。グリップが高くなると、はいやっぱ少しジャイロ減らしてあげた方が。今あの辺ちょっとちっちゃくなっちゃいましたね。ジャイロがカット。あー、ジャイロが。ちょっと介入。うんね、うん。あの辺ちょっと入っちゃってますね。なるほど。まあ、慣れてきたらもっと全然減らしてもいけるかなとは思いますね。まあその辺はジャイロをちょっと調節していきながら、減らしすぎるとちょっあ、と泣いちゃったりとか。微妙なところが。そう、ここはやっぱ人間がちょっと頑張らないといけないところですかね。これは電子的なセッティングの肝っていうかね、あれですね。どこまでね、ジャイロに頼るか。でも慣れてきたら、これでゴムタイヤにしてあげると、まあこっちのコースでは良さそうですね。まあ、今日はこっちの PVC の方に合ってるかなっていう。こう大きくこういきたいねっていうところが、こういう感じですね。こういう感じで、ギューッと。いや、いいですね。で飛び出ちゃったみいやたいな感じになっております。まあもうちょっとですね。もうちょっとはいまだまだちょっとね、発売までは、お届けまでは時間あるんで、しっかり詰めたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、これちょっと今どうやってつなぐかマリソンピットを打ち合わせしてて、まだちょっと僕にはいろんな今日の取りだめがわからないんですけども、まあ今日は、地下道マリゾーランドで遊んで疲れた、LZ フォーミュラのデザイナーのアルブルカさん。はい。こんなに走ってました。最後の最後に。もうヘロヘロです。何時間走ったんだっていうぐらいですからね、ずーっと。一生、今日、多分一生で一番走った。ずっと走れますもんね。そうですね。やっぱり。僕は15分ぐらいしか走れない。はい、そんな、もう今日一日楽しんで、来たんですけども、その中でついにいよいよ、新しいボディを発表させていただきたいなと思います。なります。じゃあこれはちょっとアルブルカさんの方からご紹介いただけたらと思います。大体91年ぐらいのフォーミュラのシーンを再現したものになるんですけれども、今回2種類持ってきて地下道の皆さんで話し合った結果、このサスペンション付きのやつで次は作ってみようじゃないかっていう話になりましたので、こんな感じでボディが出ることになります。そうなんですよ。僕アルブルカさんからデータできましたって来たので、早速これが本番用の量産用のレジンで早速テスト生産してみたんです。そしたらなんかさらっと新しい部品がついていたっていう。これが
僕のはそうサスアームなかったんですよ。ダミーサスアームですけどね。でもその間にこっそりはい。ダミサ作ってみスアームがたみたいな感じで。なってまして、まあこれあった方がねかっこいいかなと思いますので、はい本当にね多分一番人気があった頃の、うんはい、F1 みたいなはいカラーリングにするとってやつですね。はいいいんじゃないかなと思います。で今まだちょっとこれからテスト生産しかかったけどもう一回テスト生産を、してですね、今お盆の頃ぐらいまでに正式にいつ頃出そうっていうのを発表させていただきながら、ちょっと予約とかしていただいて、お盆には発売できないと思うのでお盆の頃から正式な予約とかを受け付けて8月中に出せたらいいなと思っておりますので応援していただけたらよろしくお願いしよろしくお願いします。ます。おめでとうございます。おめでとうございます。